春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。アンリアルエンジン5.6 がリリースされました。それに伴い各テンプレートに、バリアントというオプションが追加されました。今回は、このバリアントテンプレートを見てみようと思います。UE5.6 のバリアントテンプレートを触ってみた。早速、触ってみましょう。1、バリアントテンプレート。アンリアルエンジン5.6 の各テンプレートに、バリアントというオプションが追加されました。ファーストパーソンには、アリーナシューターとサバイバルホラー。サードパーソンには、コンバットとプラットフォーミング、そしてサイドスクローラー。トップダウンには、ストラテジーとツインスティック。ビークルには、タイムトライアルとオフロードの、合計9つの専用テンプレートが選択できるようになりました。また、なしを選択すると、これまでと同じようなテンプレートが使用できます。今回は、この9つのバリアントテンプレートを見てみようと思います。2、ファーストパーソン。2の1、アリーナシューター。ファーストパーソンテンプレートを選択します。バリアントオプションでアリーナシューターを選択して、プロジェクトを作成します。バリアントシューター、レベルアリーナシューターレベルを開きます。起動してみましょう。アリーナにおけるシューティングゲームのテンプレートですね。武器を拾うと操作キャラクターが攻撃できるようになります。銃弾が壁などにくっついてプルプルしてますね。エネミーを攻撃して倒すこともできます。武器は3種類あり、マシンガン、ライフル、ピストルがあります。シフトキーを押すと変更できます。UI はカートリッジの数が表示されていますね。残りの弾数がなくなると自動的にリロードされます。次にサバイバルホラー。ファーストパーソンテンプレートを選択します。バリアントオプションでサバイバルホラーを選択してプロジェクトを作成します。バリアントホラー、レベルホラーレベルを開きます。起動してみましょう。最近人気のホラーゲーム向けのテンプレートですね。懐中電灯をすでに持っていますね。照明がいくつかあり、ダストが表現されてますね。赤い色の照明はちらついてますね。建物の中は洞窟みたいになってますね。どうやら2階建てのようです。このテンプレートでホラーゲームの5割ぐらいは完成しているのではないでしょうか。シフトキーを押しながら前進するとスタミナを消費してダッシュすることができます。3、サードパーソン。3の1、コンバット。サードパーソンテンプレートを選択します。バリアントオプションでコンバットを選択してプロジェクトを作成します。バリアントコンバット、レベルコンバットレベルを開きます。起動してみましょう。3つのコンボ攻撃ができます。コンボ1とコンボ2は拳で、コンボ3は足の攻撃ですね。先に進むと円形の闘技場があります。エネミーを倒すとまた別のエネミーがスポーンします。攻撃がヒットすると画面が少し揺れますね。HP バーもついてますね。
下に落ちると死にますね。闘技場の入り口でリスポーンします。3-2、プラットフォーミング、サードパーソンテンプレートを選択します。バリアントオプションでプラットフォーミングを選択して、プロジェクトを作成します。バリアントプラットフォーミング、レベルプラットフォーミングレベルを開きます。起動してみましょう。ジャンプするとテイルエフェクトがついてますね。2段ジャンプがすでに実装されてますね。また、壁を蹴り上がることもできます。ふふっ。私にはジャンプの高さが低いようです。600にします。起動してみましょう。スペースキーをタイミングよく押すことで、壁を蹴り上げながら上に到達できます。3-3、サイドスクローラー、サードパーソンテンプレートを選択します。バリアントオプションでサイドスクローラーを選択して、プロジェクトを作成します。バリアントサイドスクローラー、レベルサイドスクローリングレベルを開きます。起動してみましょう。横スクロールのテンプレートですね。2段ジャンプができます。ジャンプパッドで上に到達できますね。下を押しながらスペースキーを押すと、下に降りることができます。拾えるアイテムがあります。UI の数が増えましたね。エレベーターで上に登ります。ここまでですね。4、トップダウン。4-1、ストラテジー。トップダウンテンプレートを選択します。バリアントオプションでストラテジーを選択して、プロジェクトを作成します。バリアントストラテジー、レベルストラテジーレベルを開きます。起動してみましょう。ストラテジーゲームのテンプレートですね。マウスの左クリックで選択して、右クリックした場所に移動させることができます。建物の中が見えますね。複数選択することもできます。キャラクター同士が出会うと何かしてますね。
本のみ、ツインスティック、トップダウンテンプレートを選択します。バリアントオプションでツインスティックを選択して、プロジェクトを作成します。バリアントツインスティック、レベルツインスティックレベルを開きます。起動してみましょう。四隅からエネミーがスポーンしてきます。左クリックで壁に跳ね返る弾丸を発射して、エネミーを倒します。右クリックで所持ボム数を消費して発動します。ボムアイテムを拾うことで、ボムの残数を増やせます。エネミーにぶつかると跳ね返ります。エネミーが吹き飛ぶのが気持ちいいですね。ビークル、その1、タイムトライアル、ビークルテンプレートを選択します。バリアントオプションでタイムトライアルを選択して、プロジェクトを作成します。バリアントタイムトライアル、マップ数、レベルタイムトライアルレベルを開きます。一周ぐるっと回るサーキットですね。起動してみましょう。左上にタイマーがついてますね。一周するとラックタイムが記録されます。主にオフロード、ビークルテンプレートを選択します。バリアントオプションでオフロードを選択して、プロジェクトを作成します。バリアントオフロード、マップ数、レベルオフロードレベルを開きます。オープンレベルのビークルテンプレートですね。起動してみましょう。広大なオフロードが作成できますね。6、レベルプロトタイピング。レベルプロトタイピングにインタラクタブルフォルダが追加されています。その中に、ドア、ジャンプパッド、ターゲットフォルダがあり、バリアントテンプレートで使われていたブルプリントアクタがありますね。いろいろ使えそうですね。テンプレートをうまく活用すれば、よりスムーズにゲームを制作できそうですね。テンプレートを使用するメリットは、開発速度の向上。ゼロからコードを書くのではなく、既存のテンプレートを使えば、開発時間を大幅に短縮できます。
一貫性の確保。UI やゲームシステムの統一感を保ちやすく、デザインがバラバラになるのを防げます。学習コストの削減。初心者でも、整理された構造のテンプレートを使うことで効率的に学べます。バグの減少。一般的にテンプレートはテスト済みなので、初期段階から安定したコードを使うことができます。チーム開発の効率化。共通のフレームワークを使うことで、チーム内でのコード共有や作業分担がスムーズになります。リソース管理の最適化。すでに作られているアセットやスクリプトを活用することで、コストや工数を削減できます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。